仏城山って場所を通るでしょ。小仏城山通るよ。こちらは八王子城山に行く。ああ、そういうこと。いや、今日私が行くとこはね。いや、陣馬山とかなんじゃないの。ああ、じゃあそうかも。ああ、そうかもね。陣馬山の方が高いから、ちょっと。あっちにピョンって見えてるのが高尾山か。じゃあねー。バイバイ、気をつけてね。プンです。今は日陰沢キャンプ場の前にいます。ここから高尾山、城山、影信山を歩いていきたいと思います。それでは出発します。いろはの森案内図ですね。現在地はこちらになります。ここからぐーっといろはの森を歩いていきまして、1号路に入り高尾山頂を目指していきたいと思います。けやきの毛って書いてあります。けやきです。寒いですが、すがすがしいですね。今日は富士山が見えますかね。どうですかね。10年以上高尾山には来ていないので、とても楽しみです。小仏城山、影信山は初めての登山なのでワクワクしてます。それではね、プンさんはもう約30分前ぐらいに出てるんで、さすがにこの辺は見つからないと思うんですが、プンさんも撮影しながら登ってるんで、進みはあんまり速くないと思うので、あんまり近づいちゃうとバレちゃうんでね。高尾山まで行けば人も多くなって見つかりづらくなるでしょうか。高尾山に登るのももう15年ぶりぐらいだと思うので、この辺の山のこともまるっきりお登りさん状態ですので、とにかくこの企画は見つかったらアウトなので、ある程度の距離を常に保って歩いていきたいと思いますが、山の中は結構人が後ろから歩いてくると気づくものなので、注意は必要かと思います。ここが登山口でしょうかね。キャンプ場があります。プンさんも数分前に登ったんでしょうかね。行ってみましょう。今登山道を歩いています。山の中はとっても静かなんで、後ろから人が近づくとバレやすいですね。まだこの辺は相当前に行っちゃってると思うんで大丈夫だと思うんですけど、慎重に進んでいきたいと思います。大もみじカエデ科ですね。4月から5月に綺麗に咲かせるそうです。こういう登山道好きです。黙々と無心になって歩けますよね。こちらで合流ですかね。合流です。こちらが高尾山頂ですね。このザクザクという音大好きです。高尾山頂到着しました。599.15 メートルです。イエーイ。丹沢ですね。蛭ヶ岳、大室山、富士山が見えません。大きい通りに出てきました。人も多いのでこの辺から紛れるかもしれません。高尾山の山頂はもうすぐそこです。多分
そこにいると思うんですよね。こっからは細心の注意が必要となります。それでは出発します。この辺はトイレとかあるんで、急に出てこられたらもうアウトです。どこにいるんだ、怖い。この先もう危ないです。やばいです。ここはいつ見つかってもおかしくないですね。開けてる。こりゃ隠れる場所ないよ。どうしよう。もうちょい行ってみっか。山頂標識があそこにあるんですが、ちょっと山頂タッチだけしときますか。あっち怪しい。あっち怪しいです。さっきタッチ、あっち怪しいな。あっちいるな絶対。タッチ、この角度でタッチ、タッチ。いるかな。怖い、絶対いるよ。どうしよう、怖くて進めない。でも行かないと。それでは城山向けて出発します。ここから小仏城山60分ですね。ないかもしれないですね。あると。よく来られるんですか？ここが穴場なのよ、結構出るもん。そうなんですか。これ本当はもっと大きくなるんですか？もっとすごかったよ。ほら出てるよここ。あ、本当だ。かわいい。霜柱。これ、あ、こっちにもある。これ大きいですね。これ大きいわ。連れてきていただいてありがとうございます。ここまで誘ってもらわなければ私はそのまままっすぐあそこ行ってたんで。先やってますね。今日が差してる。これ。どういう何色のお花なんですか？紫。紫。紫とピンク。南蛮ギセル。ススキの根元に入るやつです。そう。すごい。残骸。へえ。これ、キルの形してるやつ。すごい。来年見てごらん。そうですね。そこでちょっとお茶飲みましょうよ。この上で。この上。あなたこれあげるわ。八王子。あ、いいよ取られたんですよね。でもいいんですか？いい。ありがとうございます。それね、いろんな高尾のことがいろいろ出てんのよ。あ気をつけてね。あ、はい、ありがとうございます。ちょっと見当たらないので、先に進んだと思うので先に進みます。多分プンさんはこういう人が多いところだと撮影には向いてないので、この辺に座ってるようなことはないと思うんですよね。別の休憩場所で立ち寄る可能性大ですね。これより先は奥高尾です。そうですか、気をつけましょう。もみじ台です。未だ会えませんね。早いな。どこ行っちゃったんだろう。抜いた？そりゃないよね、いくらなんでも。高尾山だとちょっと工程的に短かったかもしれないので、小仏城山あたりで休憩している可能性も高いですね。展望台を経て小仏城山、展望台あたり怪しいですね。行ってみます。展望台です。いませんね。ちょっと見つかるのを覚悟でペース上げていった方がいいかもしれないですね。これは逆にやばい。城山方面に向かいます。小仏城山到着しました。 670.3 メートルです。イエーイ。新宿のビル群など東京の街が見えます。なめこ汁食
食べたいです。なめこ汁、なめこ汁、なめこ汁。本当は白山茶屋のなめこ汁食べたいと思ってたんですが、本日は営業されてないようなので、自分で持ってきたお味噌汁とおむすびでランチをしたいと思います。白山まであと100メートルみたいです。頑張ります。小仏白山到着しますね。ここでなんか食べてる可能性高いですね。怖い。ゆっくり進んでみましょう。いますか？見つかっちゃう。これどうしよう。一回下がります。分散いた。皆さん、そこです。分散です。あれがあそこにいるのが分散です。危ない。いましたね。怖い。変なところで立ち止まってるんで変な目で見られてしまいますが、そんなことはお構いなしで見つかるわけにはいかないんでね。替えの服を持ってくればよかったですね。朝の服を着替えて登ればもう少し目立たなかったのかもしれないと思います。こりゃやばい。まだいますね。何をやってるんでしょうか。まだいます。向こうが景色がいいプンさんがいる方ですが見つかるので、ちょっと離れたここでお茶できそうなんでお茶します。ここは飲みます。山コーヒーなのに全然ほっこりしない。それではちょっと先ほどから10分ぐらい経ったんで、さっきの場所行ってみましょうか。まだいるんですかね。出発のタイミングとかだとやばいですね。ちょうど出発するとこみたいです。今空、あそこで出発するところみたいです。なんか写真撮ってます。分散に間違いないです。どうやら先に進んだようですね。よかった。いません。先に進んだようです。安全です。やりました。安全です。この辺りまだぬくもりがありますね。小仏白山、この天狗様ですよね。それでは小仏峠影信山目指していきましょう。先ほどの高尾山から小仏白山に向かう途中、本当はもみじ台方面に行こうかなと思ってたんですけれども、霜柱をよくしてらっしゃるおばさんが一緒に行こうって声かけてくれて、じゃあ行こうかなと思って行ってしまいました。そしたら霜柱いっぱいでとても親切にしていただいて、キーホルダーももらっちゃいました。綺麗。小仏峠到着しました。閑散としてます。誰もいない。タヌキさんたちがいらっしゃいますね。お出迎えしてくれてるのかな。お店はやってないようですね。どうか見つからないように。それでは小仏峠経由で影信山に向かいたいと思います。ここ景色いいですね。どうか見つかりませんように。
ました。ここにプンさんいました。いやー、いた。バレたかな。なんか撮影してました。バレたかもしれない。バレたかな。今そこにいたんですけどね。いますね。なんかこっち見てない。やっちゃった。まさかここ曲がったところで立ち止まってるとは思わなかった。だってこれが見えたの。これが見えてね、止まったんだよその人。止まったってことはそれで気づいちゃったの。私勘いいじゃん。替えの服を持ってくればよかったですね。やってしまいました。ゆっくり景色でも見ながら進んでいきます。影信山到着しました。イエーイ。絶景です。影信山 727.1 メートル到着しました。イエーイ。三角点タッチ。それでは下山していきたいと思います。絶景です。じゃあ気をつけてね。バイバイ。それでは私は日陰バス停方面向かいたいと思いますが、下り滑りやすいって書いてあるんで、さっき私一回転んじゃったんでね、気をつけないといけませんね。気を引き締めて頑張っていきます。下っていきます。さっき転んじゃったんで手洗います。気持ちいいですね、川のせせらぎは。バイバイ。ここに三角点があります。大久保山ですかね、これ。よいしょ。いやー、すみません皆さん、不覚にも見つかってしまいましたね。今日はもう次はプンさんも相当怪しむと思うので、最初で最後の企画だったと思うので、いやー、尾行って本当に難しいですね。特に山は人の気配がこう分かりやすいので、成功率がぐんと下がる気がしますね。あとこの辺の道に詳しくないんで、次にどんなものがあるかとかよく分かってないので、その点もマイナスに働いてしまいましたね。なんか中央道のところに降りてきちゃったけど、これ大丈夫なのかな。中央道脇が工事中みたいなので、迂回路があるので迂回路で帰ります。無事帰ってきました。今日は日陰沢キャンプ場から高尾山、小仏城山、影信山と歩いてきました。まず日陰沢キャンプ場からいろはの森を通ってきましたね。高尾山頂はやはりいいですね。今日は富士山がね、黙々雲で見えなかったんでちょっと残念なんですけれども、他の山々は本当に綺麗に見えて美しかったです。高尾山から小仏城山に向かう途中なんですけれども、もみじ台の方を歩いていこうかなと思ってたんですが、途中でおばさんに霜柱行くんだけど行かないって声かけられまして、一緒に霜柱を見に行きました。いろいろここが生息しているよみたいな多いところを教えてもらって、楽しい時間を過ごさせてもらいました。一丁平までご一緒させていただいたんですけれども、楽しい話をしながら、その後ちょっとお茶をして一丁平でお別れしたんですけれどもね、山での出会いというのは素晴らしいなと感じました。一丁平から小仏城山に向かいましたね。小仏城山からの景色はやはり綺麗ですね。電池を取り替えたりいろいろやっていたら、
おじさんがやってきたんですよね、うちの。おじさんは八王子城山に行くっていうのは聞いてたんですよ。ちゃんとルート聞いてなかったんですけど、そういうおじさんのプランだったみたいですね。ストーカーみたいなことをやるみたいな。なんで、そこからおじさんと一緒に合流しまして、影信山を目指しました。影信山は絶景ですね。いつまでもいられるぐらいの、もういいですね、あちらは。今度は陣馬山も行ってみたいなと思います。また楽しい山歩きができたらなと思ってます。最後まで見ていただきありがとうございました。右小仏峠、影信山、明るい社会を築こうです。おじさんはもう戻ってますよね。おじさんいますね。